昨日も日本酒めっちゃ飲んでたから。そうなんだ。店名が高円寺ガード下店のいいな。それにこれか。はい。美味しそう。美味しそう。ありがとうございます。適当。はい、おはようございます。なるみちゃんです。スペシャルゲストやるみさんです。やったー。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。73級優のそうですよ。級優じゃなかったらこんな大物呼べないですよ。大物らしいね。大物ですよ。大物ツイッチ配信者ですからね。はい。いただきました。買っていただきました。3人とも。今回はですね。乾杯。乾杯。高円寺で飲み歩きをします。はい。高架下。はい。有楽町とか新橋とかそういう街とはまた一線を画した、はい、独特の高架下がありますので、はいはい、やるみさんリクエストですかね。やるみさんリクエストで、ね、高架下がいいということで、小汚い店好きなんで。まだね全然明るいんで、そうですね。ちょっとこれから盛り上がっていく感じだと思いますけど、はいはいはい、早めに始めていこうかな。はい。もし人気が出たらシリーズ化するんで、高評価お願いします。お願いします。暇やからね、2人ともね。ニートなんでね。2人ともニートやから。退職散歩です。早速行きますか。高架下の方に歩いて。そんなに首傾けんでええんちゃうかってぐらい傾けてウコン飲んでたもんね。えこんなん乗ってた。気合の入り方が違う。違うねや。酒にかける。昨日も日本酒めっちゃ飲んでたから。そうなん。楽しそうやな。そうやろ。ニート生活なんです。すごいっすよね。マジでいいっすよね。理想。親父さんどうやったの？元気してた親父さん。お父さん配信の件。配信に出てた。出てた？俺見てないんやけど。出てたらしいですよ。僕も見れなくて。理解不能やろ。12月にも出んの？あ、俺あれ誕生日同じやからちょっと一緒に誕生日パーティーしようぜ。お迎えするからさ、お迎え来るとか言い出す。やめろってみたいな。なんで親父に会える？お父さんめちゃくちゃノリノリなんですよ。次の配信見たいですね。この辺から言ったら、はい。ちょっとここ歩いて抜けれるかな。ちょっとこういう感じのもありますけど、まだ始まってないかな。はい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 。ちょっと一旦。はあ。週始めやけどね。そうですね。やるんですよね。これがどんどん開いていく。ああ、なんか全部は開かないんですけど、ポツポはいツ開いていくイメージです。どんなの飲みたいですか？なんかあります？ビールともつ系。ああ、いいかもしれない。もつ煮みたいなのがあれば。うん、こういうとこにありそう。日本一安い0円餃子やって。どういうこと？ドリンクを1杯注文していただくと1人前無料になるというシステムです。ああ、なるほどなるほど。10杯飲めば10人前0円です。ドリンクが高いとか。でもビールもさ、480円。普通の値段ですね。まあね、ちょい安ぐらいですね。都内と思えば。お得。焼肉。牛の指紋や。めっちゃいいよ。じゃあある程度見てから候補の一つとして。そうですね。でもやっぱりなかなかここまでの残り方してる抹茶珍しくて。ここは残る。ここは残ります。じゃあ今後は分かんないですけど、今のところはなんか再開発計画は大昔からあったらしいんですけど、地元住民とかが大反対して凍結されたみたいなのが、そういう感じなんですよ。高円寺ってどっちかというと風情を大事にする感じなので、高架下って言ってさ、この真ん中に道があることを俺はあんまり想定してない。そう、サイドをイメージしてた。サイドの景観が結構そう。ああ、でもいい感じやな。いい感じやな。腹減ってきたな。食べてないの？あ、食ってないの？ごま豆腐だけ食べた。ごま豆腐だけ。ガチ盛り中落ちたこ焼き。店名が高円寺ガード下店のいいな。中落ちって何？中落ちってなんかマグロの骨の周りとか。ああ。にわかに大繁盛してる。有名みたいな。あ、そうなの？なんかクソ怪しいライブハウスなんでしたっけ？無力無前寺なんか見たんちゃう？皆さんはまた生まれてきたいと思ったから生まれてきたのです。めちゃくちゃいいね。いいね。あの世からカンパニー、ジュフレージョ無力無前寺。これが上に上がるか下に下がるか分からんもん。こっからね、こう行くんかこう行くんかやな。怖いな。怖いな。飽きる人には憧れますね。ぜひ。世にも奇妙な物語の見過ぎやで。まあ真下
通りここまで。これ阿佐ヶ谷まで一応歩けるんですよ、雨に濡れずに。はい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 。ずーっと、まあ、歩いてもしょうがないので。あれでもしょうがないですね。はい。こっちかこっちか。まあこっちなんですけど、こういうなんかスプレーの落書きも久々に見た。な。ないよな最近。ないですね。大阪都心はないですね。ね。天王寺あるもんな。天王寺はあるでしょうね。わからんでもうちらがいなくなってから。俺ちょくちょく帰るからね。あそっか。やっぱあるよ。アベノハルカスができてもまだ安倍の足春元は変わらないんですか？いや足元だけ変わったあ、そそうそうそう真下だけ変わった。だけ変わったほんまに。アベノハルカスの天下ももうすぐですからね。もうまあ終わりますから。一番高いビル。どこに建つんやったっけ？知ってるか？知らん。虎ノ門麻布台プロジェクトでへえ。 330ぐらいになるらしいですよ。あほんま。はギリ抜かれるのかな？い。そうですね。ギリ30メートル抜かれますから。うん。とりあえず何か食べますか？大丈夫ですか？なんかこっち側の店はちょくちょく開いてますね。高円寺全体では昼飲みできる街なんで開いてる店は多い。なるほど。なるほど。痩せてる？あ、短期してもいい。おかずしてもいいかどうかやな。あ、そうなの。まあちゃんとやるならそうですけど。ちゃんとやるならそうやな。聞いてみる。ガードした横の。あ、いいですね。見開きでもう全部わかるっていうのは。こっち飲み放題。うん。ホッピー飲み放題1080円やって。どうなん？それは。あ、うちホッピー飲まへん。あ、じゃあいいや。銀杏食べたい。おお、銀杏いいじゃないですか。あ、いいね。いやー、ちょうどいい。お値段ですね。うん。どれ？牛すじ煮込み。はい。初元って初とどう違う？希少なんでしょ？希少な。ほんまっすか？でも10円高い。あ、希少って書いてあるか。うん。じゃあうち初で。リンゴ醤油。普通に初でいますね。つなぎも桃初。梅ささみ。あんまりね、一軒目でそんな感じ。そうそうそう、はしごするからね。まあまあ軽く。0軒目やな。頼む頼もう。すいません。おみと、ハツをはい。 3本と、あとビールをビールを。僕がちょっとですね。グレープフルーツジュースです。ヘパリーゼ飲んで。ヘパリーゼ飲んで。ただビタミン摂取しただけやね。腹打ちです。どっちの方が強いかな、お酒。いや、全然僕だって強くはないです。強くはない。はい。普通に飲むというだけで。最近はめっちゃするよ。はい、いただきます。ありがとうございます。ケピ業界用語。KP。ー。ケピー。たまに聞きますね。そう KP。業界用語なんですか？若者言葉？流行らせてこう。流行らせていこうか。KP 外人に流行らせてこう。T っていうそもそもアルファベットがいいから。そう。 P はいいですね。 T はいいですね。 P はいいですね。何どういうこと？はい。縁側ユッケです。居酒ごちそうさまです。え、あれ？遅刻したよね今日。で割り箸が斜めになってる。気のせい。初めて見た斜めの割り箸。あ、本当にあー、ありがとう。ああ、これ何のユッケ？縁側ですね。あ縁側ユッケ。ですよ。美味しい。縁側ってうまいですよね。うん。まさかの豊洲直送やもんな。豊洲市場前行ったけど、もうほとんどやってない。それ築地市場。築地市場と今の豊洲市場との分岐点に立って、いやそれはなんか廃墟の方がいいっつって過去にとらわれようとかって築地ガチの廃墟だったら。そうなん。もうあれですね、場外はまあ残ってますけど、ね、駐車場もなんかもう柄だけやったな。原宿です。そうなんだ。築地市場直送の寿司屋とか海鮮丼屋みたいなのがいまだにこじんまりやってる感じ。そうですね。それが名残ってる場外市場。厳しいな。なかなかね。それでもあんまあんないの。普通のショッピングモールみたいなやつ。そうです。だからやっぱり街歩きしたいじゃないですか。うんうん。美味しい寿司屋どれかなとか、魚どれかなみたいな。そういうのがないので、全部中でやるんでね。それがどう思うみたいな。ごった返してる感じがいいのかな。そう雑多な感じがやっぱ欲しいですよね。やっぱ街形成に人の意思は入ってほしくないな。そうですね。誰か個人のというかこう少数のね。
頭のいいやつが作ってるもんな。そうなんよ。ムカつけや。ムカつきはせんけど。なんかできてるっていう、うんなんか結果なんかできたっていうのを見たいじゃない、そうそうそう。ここの高円寺の高架下は新装目なんですけど、筋にこれか。はい。美味しそう。美味しそう。めっちゃいい匂いする。大きい筋、駅下、高架下、駅西商店街とかで、はい高円寺ストリートは、なんか闇市、戦後の闇市が風景を残しているとか、名残でとか、なんか曖昧な表現で言われてて、真相がわかんないんですよ。ですけど、まあ、高円寺の駅前に広がってた闇市の後継施設みたいな風に言われることが多いので、高架できたのは64年とかなので、はいはい直接のつながりはないんじゃないかと思うんですけど、なんかそういう説があるんですよ。闇市名残と思ってもらえる。まあ腹落ちのいいストーリーが真実になりました。そうですね。真相は結局うまいな。うまいっすね。やっぱこんにゃくと一緒に肉を出して、なお肉が柔らかいっていう、別で仕込んだんやなっていう、この一工割がね、たまりませんよね。食レポうまいね。うちうまいしか言わんからな。え？うちうまいしか言わん。僕も言わないです多分。なんで？うまいだけテロップ貼ればいいから、うちら。あ、デリシャスだけでいいか。うまい。うまい。アルファベット全部大文字で。UM。うまい。はやらすごい。 N にしようぜ。え？うまいにしようぜ。あ、NMA。うまい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 。これがナウイと。喜ぶからね、そういうちょっとしたジャパニーズ、スラングね。ジャパニーズスラング。そうか。うまいってスラングか。で、アフリカ人の子供たちでディスりやってる動画がすっげえおもろい。マスケはそういう民度低めの動画。そうだな、民度低めの動画の方が好きかもしれない。同じだと思うよ。違う。一緒にしないでほしい。一緒一緒。友達やめようかな。友達じゃないかも、そもそも。え？すぐ言うと思ったわ。そんな友達でしょ。絶対言うと思う。友達やったことないもんな。なんや。ずっと違う。ずっと過去に遡って。知り合い。知り合い。悲しい。同じクラスやった。知り合い。よっと前だ。やった。マジよっと前。今日は朝の知り合いに来ていただきました。悲しい。ほんまにあれやんな。久しぶりやんな。東京来たタイミングで。そう、引っ越し前日にうちで宅飲みして。うん。鍵受け取る前日に。前の来た瞬間に手伝わされて。そう、手伝わした。くっそ大変やったよな、あれ。しかもうちの方が働いてたよね。いやいや、そんなことないな。働いてたよ、なんかもう。私も手伝いするぐらいの大親友。よっとも。知り合いな知り合い、知り合い。家電の値切り交渉までしに行く知そんり合い。なことしたんです。超友達だと思うけど。あれやんな。代わりに。ドライヤーをねぎドライヤーそんな小物のドライヤーをねぎれるはずやけど。ねぎってくれない。値切れたんですよ。どうやったっけ？何だっけ？価格.comの値段までは下げれますけど。あ、そんな感じ。あーなんかネットの、なんかねぎれるんや。ねぎったことない。そんな。家電量販店はでも値切るものみたいな。そうなん別ですね、なんか。量販店は値切らなあかんみたいなあ雰囲気ある。初。うまそう。あ。これは砂肝。初ちゃいます。初か。食べた後で、うん。ありがとうございます。わかんない。あんま食いすぎたら早いから。うん、今日いけると思う。ああ、なんか銀杏があるだけで一気にこの皿がうまそうな皿になりますね。銀杏ってるなってる。豚タン砂肝だと思います。はい。うまそう。なんて言ったらよかったですか。合ってました。はいいいよ合ってました。はい。小雪バーガーっていう携帯はもう飲み屋ではないんですか。完全にハンバーガーですか。あ、そうなの？そう、コロナ禍で飲み屋だけに頼ってたらあかんってなってなるほど。めっちゃいいとこに出してんだよ。大井町の。解説出てする。行きたい。
コルキバーガコルキバーガー行ったことないけど。渋谷に2号店が出たこの間。あ、そう。でモスバーガーぐらい店舗数増やすらしい。マジで？一気に。だからもういやちょっとずつちゃう。チキンですか？ケンタッキー的なあれですか？俺メニュー見たことない。ケンタッキーの焼き鳥が多いけど値段が全部一緒やねん。確かセットがもうじゃあ焼き鳥焼き鳥バーガーかつくねか焼き鳥のまんま行くんですね。あー、うまそう。照り焼きチキンとかあるよ。まあいや全然でも焼き鳥のがあるなら全然焼き鳥バーガーを食ってみたいですね。勝負上手やな。超美味しそう。確かにだってあれ日本で300いくらで売ってますもんね。300円か。いけるか別に。今が株の買い時かも。してかもや、してかも。あんな大きい銘柄でしてとかわかんないですけど、いやこれがね、このチャンネルがもうすんごいことになったら、もしかしたら投資チャンネルに分かれるかもしれへん。これ英語字幕つけてますから海外の機関投資家が見てあーね、取なるほどね引ナンバーワンっつって福見損うちマイナス70万円は今おっと俺その含み損抱えてたら今日来てない。うめえ。うまいな。いいなうまそう。当たり越してくれた。さすが。かじりかけいる？あ、欲しい。食べとけ。結婚や結婚。いきます。毎回結婚するかもよ。ニート同士。ゼロ馬力。ゼロ馬力カップルめっちゃいいやん。次20万は稼げるから。そう十分な1馬力ですね。こっちもバズって20万20万で。あ、全然やっていけるな。いけるな。全然やっていける。なんで？いやでもどうしようか2軒目。あ二軒目行くからな。そうする。 5時ぐらいに出れればそうね。なんかもあるでしょ。だってほら赤ちょうちんついてるもん。あ、ついてます。千と千尋のあれを思い出すな。暗くなってきて提灯ついて。完全に同意の感じで言われたけど。じゃあこいつ当てにしないのよ。いや見てんすよね。これが残念なことあ、ほんまに？ちょっと千尋見てない人おらんやろ。ジブリは一応通ってるんですよ。バイオレットエヴァーガーデンやろ。それはお前あれやで。愛されたい欲求が主人公と被りすぎてるだけやで。そんなことないやろ。辛辣やなこれ。違う。映画綺麗よ。あれは兄寄りとしては信じられへんクオリティやな。バイオレットなんですってエヴァーガーデン。バイオレットエヴァーガーデン。すいません。うわコンテンツ消費力に関してはかなり低いから。めっちゃ低い。漫画、ドラマアニメ、そうです。だって今時間いっぱいあるやろ。時間がいっぱいあるのに足立みつるしか読んでないんでH2 読んで感動してる。34巻だいぶかかった時間。読み込むタイプなんや。知読ですね。全体的に知読ですね。ええこっちゃ作者からしたら嬉しいわ。じっくり読んで。いやでも本来速読なんかありえへんから。ありえないです。ありえへん。 3文字以上読まれへんもん。いや結局でも速読できないとマジで人生の得られるデータ量が違いすぎてマジで辛いなと。なんでできんねやろと。ゆっくり読めばいいと思うけどね。これ食べましたね。食べや。俺ほとんど食った。お腹いっぱい。お腹いっぱい。あ、嘘。この1軒目どうします1軒目の1軒目の容量。そう計画的に言ってるから。もう1軒目の分は満たされる。そうそうそう。ニートなんて太ってる気するもん。だって動かんもん。でも元から動いてなくない？最悪やったやん。それはそう。やっぱ外配信せなあかんな。歩いて。うん。配信の容量やばくないですか？結局 Wi-Fi とか契約するんですか？モバイル Wi-Fi みたいな。なんかモデムに特設 SIM カード差し込んで飛ばすらしい。え？で映像とそのなんか合成するもの元から設定しといて、もうなんかうまいことやるらしい。スマホ使わずに。もう配信できねそう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 。だからめっちゃ GoPro とかいいカメラ使ってそれを飛ばしてモデムに。そんなことがねできるならね無限に配信しますけど。目指していこう。いやーそうですね。まずだって顧客を獲得してなかったら意味ない媒体ですから。コラボスイッチ。コラボすればつくから。でも実際1000のうちの、935ですけど今6か。あ、でももうすぐや。そうやね、もうすぐ。だからまあ700。もう一回ツイートしたらもうみんな行くんじゃない？でも一回
今回半袖じゃなくてノースリーブになったことでコニーは言ったと思うありがとう。でもアラサーやからな、アラサーやなそういうパワーはないかもな。ありがとうございます。若い子の配信なんていくらでもあるからな。いやでもそれは人それぞれよ。そっか、若い子を見てもなっていうのは絶対あるから。ちょうどいい年齢の人がおるんや。そう。ささあ次行こ2軒う。さあ行きましょう。じゃあお題はごちそうさまでしたどうする？ 1軒目は遅刻した人が払うやつ。そうやなはいはい。やったごちそうさまです。ごちそうさまでした。よマし。スクどこやったっけな。あ